はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるパパです。はい、今はですね、東北は岩手県におりまして、まあ、2、3日ね、岩手県の方に、まあ、滞在というか、はい、いたんですけど、まあ、せっかくね、やっぱり東北に来ましたので、まあ、すごく気になってた、ね、こと、まあ、出来事、ね、それはまあ12年前に起こった東北のね大震災なんですけど、まあ、そちらのことってねやっぱり僕ら住んでる関西から言うとやっぱり少しねちょっと離れたところの出来事みたいなね感じで思われてる方もたくさんいるとは思うんですけど、まあ、私もやっぱりその一人であってやっぱり少しでもねやっぱり同じ国で、まあ、起こってる、まあ、重要な出来事というかねっていう部分になってきますので、まあやっぱり目に焼き付けたいというかね見に行きたいなと思いましてカメラを回しております。はい、ということでねまあ、そういった部分でいろいろとねテレビでは見てたんですけども実際にね自分の目で見に行きたいと思っておりますので、はい、皆さんもね最後まで見ていただいてこちら東北の方にね行きたいなっていうことで興味を持っていただけたらと思います。ということで行ってきます。はい、車で走ってるとね過去の津波浸水区間っていうのがあったりします。だからここからね先は、津波でね、まあ、浸水した地域っていうことでね、まあ、建物の方がほとんど、まあ、建ってない状況です。でここからまあ1キロぐらい行くとね道の駅高田松原っていうところに、出るんですけども、まあ、そちらの方にね東日本大震災津波伝承館岩手津波メモリアルとかね、まあ、そういった建物があります。はい、はい、こちらの方が高田松原記念津波復興記念公園っていうことになりますね。はい、今道の駅の裏ですね記念公園の方ですねに来ました。すごくね綺麗に整備されてて、まあ、またね何か建つんでしょうね工事もされてます。はい、まあ、こちらの方ねずっとまっすぐ行くと多分前が防波堤になってて登れるみたいなんであそこまでちょっと行ってみてね右手の方の、まあ、シンボルの方に行きたいと思います。はい、防波堤の方まで来ました。この防波堤はね多分新しく作られた感じかな。はい、ここをねちょっともう上がっていくとこんな感じですね。はい、綺麗に整備されてね、まあ、献花台かなお花がはいありますけども、まあ、こんな感じでねはいたくさんね松の方が植えられてますね。もともとね松がたくさんね植わってたところだと思うんで、あちらの方はね、まあ、海になります。まあ、向こうからね津波の方がどっとこう押し寄せてきた感じになるんですよね。はい、それではねあちらの方一本松の方に行きたいと思います。はい、奇跡の一本松の前に来ました。はい、こちらの方はですね平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波は東日本各地に未曾有の被害をもたらしました。陸前高田市においても多くの方が犠牲となり市街地は壊滅し市の象徴であった高田松原も失ってしまいました。そんな中唯一絶え残ったのが奇跡の一本松でした。震災直後から陸前高田市民だけではなく全世界の人々に親しまれてきた奇跡の一本松。その後海水による傷みによって枯死してしまいましたが陸前高田市ではこの一本松を鎮魂希望復興の象徴として保存することとしました。この保存事業は日本全国そして世界からの数多くのご支援によって実現したものです。皆さんの思いが込められた奇跡の一本松はこれからもずっと私たちを見守り続けますということでね、はい、こちらの松の方はねずっと保存されてねこの震災を忘れないっていうことでね、はい、ずっと引き継いでいただきたいと思います。
はい、こちらの方はね、陸前高田ユースホステルになってます。はい、津波にね、よって完全に水没してね、砂地だった地盤が津波でえぐられたために建物が半分で折れ曲がったような姿をしております。はい、こちらの方は先ほどのね奇跡の一本松と合わせて震災遺構として、残されているという建物になります。津波のね凄まじさをねすごく感じることができるね、建物になっております。これを見ることになってね、いつまでもこうやっぱり震災のことを風化させずね忘れないようにしないといけないですね。はい、今ねあちらにあるね新しい道の駅に行ってたんですけども、そちらの方からね左手の方に来ると、こういった形でね旧の道の駅ですね、の方があります。でちょうどねあそこに書いてあるんですけど、津波ここまでっていうことでね 14.5 メーターあそこまでね津波が来たようです。やっぱりあんなにね津波が高さあったらねひとたまりもないですよね。もう完全に道の駅もね津波に飲まれた感じで、右側にはね何か建物があるんですけども、ちょっと何の建物かは分かんないですけどね、もう完全に鉄筋がねへし折れてますね。でこちらの方のね中の方は、ガイドさんをつけると見ることができるんですけど、1週間ぐらい前からねそちらの方ご予約をしていただいてっていう形になるようです。はい、先ほどのね旧の道の駅の裏側に来ました。こんな感じです。はい、先ほどのね隣の鉄筋の曲がった建物跡もねこんな感じになってます。はい、旧の道の駅のね横にあった建物の前まで来ました。こんな感じですね。もう鉄筋あんだけ太い鉄筋がねいとも簡単に曲がってて、基礎もねひっくり返ってる感じになってますね。はい、南三陸町に入りました。この辺りはねもう浸水してた地域になるようです。ここからね海岸というか海っぺりというかまではね結構な距離があるんですけどね、こんなところまでね浸水してたんですね。はい、この道の駅三三南三陸っていうところにねメモリアルがあるようなので、そちらの方にねちょっと行ってみたいと思います。今はね随分と道の方道路を整備されたりとかしてなんていうかな、土をかさ増ししてだいぶ高さを設けてるみたいです。このままねちょっと向かいたいと思います。はい、南三陸三三商店街っていうことでね、はい、こちらの方が道の駅になります。すごい綺麗なね建物ですね。はい、道の駅はねこんな感じです。平日にもかかわらずね結構たくさんの人が来られてて、賑わってますね。はい、こちらのねモアイ像は南三陸町と地理を結ぶね友好と防災のシンボルだそうです。はい、道の駅のねこちらの方に来ると結構ね海鮮のやっぱりね美味しいお店、美味しそうなお店がたくさんありますね。はい、道の駅のね商店街を抜けるとこうやって南三陸311メモリアルっていうねところがあります。ちょっとこちらの方も入ってみたいと思います。はい、南三陸311メモリアルではねこういった感じで南三陸町内の被害の書いたものであったりとかね、いろいろ展示されてます。はい、無料の部分は撮影しても OK で、自由に見ていただくこともできますし、有料のところにね行くと撮影はできないんですけどより具体的にねいろいろ写真が見れるみたいです。こんな感じでね当時の内容が見れます。すごいですね。余震599回です。は
はい、南三陸のね、町の模型、もともとのね、ものがあります。で、一個一個のね、家のところに名前が書いてあってね、自分の家はどこにあったよっていうのをね、示してくれてます。今はね、ほとんど家がないような状況ではありますね。はい、あと南三陸311メモリアルの方はね、ちょっと階段で2階の方上がれるみたいなんで、はい、そちらの方上がってみたいと思います。はい、2階上がってきました。こちらの方からはね、街を一望できる感じです。先ほどの模型を見てるとね、やっぱり全然家がなくなってるような感じですね。はい、綺麗に整備されて、だいたいねこの道の駅で10メートルぐらいかさ上げされてるみたいです。はい、あちらの方にね当時の防災センターがあるみたいなんで、そちらの方も行ってみたいと思います。はい、この橋をね渡っていくと有名な防災対策庁舎かなの方に行きます。僕らの住んでたね関西でも結構ねあちらの防災対策庁舎のことはねやっぱりやってたんで、今でもねやっぱりこうその記憶が残ってますね。はい、見えてきますよね。はい、防災対策庁舎の前に来ました。はい、本当に建物をね生で見ると鉄骨がねすごくいとも簡単にひん曲がってて、当時のね激しさを感じることができます。はい、で実際にはねこちらの方ですね、3階建てになってまして、もう本当にね、上の屋上まで水が来てて、当時のねお写真とかを見させていただくとアンテナにねよじ登ったりとか、こちらのね階段の先っちょの方にいたりとか、実際30人ぐらいおられた、ね、方が、最終10名ぐらいの方が残ったっていう感じになるようです。一番有名なのはねこちらの方でね市の職員の女性の方がね津波が来ますっていうことでねアナウンスをずっと命を懸けてされてね、最後ねお亡くなりになられたっていうのはね、すごくねテレビで見て衝撃的やった、っていうのを今でも思い出しますね。はい、建物の裏側に来ました。こちらからね見るとねさらにこう当時の激しさが分かりますね。先ほど30名ぐらいって言ってましたけど、実際43名の方が犠牲になってるみたいです。はい、こちらのね、防災対策庁舎は令和13年2031年の3月10日までは県有化されてるみたいで、南三陸町はこの間に震災遺構として、保存をするかどうかっていうのを、今後検討していくみたいです。ぜひねやっぱりいろいろな思いはあると思いますけど、残していただいてねその思いを引き継いでいっていただきたいなと思いますね。ちなみにね防災庁舎の反対側にあるあそこですね、学校があるんですけど、あちらに避難された方はね皆さんはい助かったみたいですね。だいぶ距離あるしね、なかなかねあそこまでやっぱり急なことなんで行けないですよね。はい、宮城県仙台市のね道の駅女川に来ました。はい、こちらの方もね震災以降が残ってるっていうことなので、ちょっとね伺いたいと思います。めちゃくちゃ綺麗な、はい、道の駅のねメイン通りみたいなところですね。左右にね綺麗な建物がねたくさん建ってます。お食事をとったりお土産物屋さんを買ったりねできるんですけど、それとは逆にね海の方をね見てみるとちょっと右手にね、ちょっとした建物が今見えてますので、そちらの方に行きたいと思います。はい、ずっとね歩いてると建物ちょっと見えてきますよね。うわすごいな、これなんかひっくり返ってんな。完全に横向いてるような感じですね。
右側の方は基礎ね、多分地盤改良された杭がそのまま引き抜かれてるような感じですね。はい、ちょっともうちょっと近くまで行ってみます。すごいなこれ。はい、こちらの方はね、東日本大震災以降ということで、旧女川交番ですね。はい、交番が完全にひっくり返ってるような感じになってます。もともとね、こちらの方の下の建物ね、見えると思うんですけど、これはバイク置き場みたいですね。物置兼バイク置き場みたいな感じになってて、でそこにねもたれかけるような感じで、はい、残ってますね。多分あれ換気扇の穴かな。で窓があって、これね、屋上に上がるはしごやと思います。すごいなこれ。おお、すごい。なかなかね、建物のこういう基礎の部分って見ることないのでね、ちょっといろいろね考えさせられますね。これだけしっかりしたね杭が打たれてるにもかかわらず、糸も簡単に引き抜かれてるという、この津波のね恐ろしさ。何とも言葉にならない感じですね。やっぱり実際ね、テレビで見るのとは全然違いますね。はい、ちなみにね、女川町の方はですね、浸水区域が 3.2 キロ平方メートルあって、827人の方がねお亡くなりになられてます。はい、いろいろなね震災のね遺構といいますか見てきましたが、今は12年経ってね随分と復興されてね、どんどん、地域の方々はね忘れることはないと思うんですけど、それ以外の地域の方々はね、やっぱり記憶の中からだんだん薄れてきてると思います。ただね、やっぱりこういった震災以降をねやっぱり見に行くことによって忘れることもないと思いますしね、実際ねやっぱり生の目でね見ていただきたいなと思います。最後にねちょっともう一箇所だけ巡りたいと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。はい、今はですね仙台市の、荒浜っていうところに来ております。もう左手に見えてるんですけども、荒浜小学校っていうのはね、震災遺構として残されておりまして、そちらの方をねちょっと見に来ました。はい、この正面のね小学校になっております。はい、荒浜小学校に来ました。はい、あちらのね書いてますけども、表示の方がですね、東日本大震災の時にね津波が浸水した高さになります。ですのでね、1階部分はもう全部浸水したような感じですね。はい、あの辺とかね全部壁がめくれ上がってて、あの辺とかはなんか柵がねひし曲がってますね。こちらの方にねちょっとあるんですけど、皆さんね震災の時はもう1階部分が全部浸水しているので屋上にね、避難されてたようです。はい、それでは建物のね中に入れるみたいなんでね、ちょっと中に入っていきたいと思います。
まず室内の方に入るとね、こちらの方が保健室みたいです。はい、保健室の中、こんな感じですね。見ると、浸水でね、完全にここは、海の中になってたっていう感じですね。さらに奥の方に進んでいくと、こちらの方はですね、1年1組の教室っていうことで、はい、このような感じになっています。黒板になんかね、いろいろ書いてますけど、あれはもう当時のままなのかな。上の照明はね、落ちそうになってて、はい、っていう感じですね。で、この奥もね、ずっと教室は実際にあるんですけど、もうちょっとね、これ以上入れないっていう感じになってます。やっぱり危ないからでしょうね。はい。すごい、いろいろこうやって書いてあって、車がね、この廊下に押し込まれてきたとかね、書いてます。はい、2階の方上がってきました。2階の方に上がってくるとね、左側ですね。ベランダの壁と鉄柵がね、完全に倒壊してますね。はい、こちらの方の資料を見るとね、この、海のところですね、13.7 メーターぐらい。で、この辺りが9メーターの高さ。で、この小学校あたりがだいたい 4.6 メーターぐらいのね、高さまで津波が来てたみたいで、2階の部分がギリギリ来てたのかな、これから言うと。こういうのを見てるとね、やっぱりベランダの柵を越えてこう、瓦礫が、押し寄せてきたのが分かりますね。これ家庭科室ですけど、そうですね。1階に比べるとやっぱりマシですね。こちらは職員室です。やっぱりね、津波到達ラインっていうので、あそこ書いてますけど、ちょうどヒーターの右横ぐらいね、書いてますけど、やっぱり2階の部分の、そうですね、膝ぐらいまでは来てたみたいですね。はい、こちらの方にね、当時の模型の方があります。今ここっていうふうにあるのが、ここの小学校で、奥にね、ずっと住宅が並んでた感じですね。一個一個札がかかってて、お名前が書いてます。実際ですね、こちらの窓の方から見ると、はい、模型であった住宅等はもう一切ないような感じです。はい、小学校のね、屋上の方に来ました。こちらの方にね、70人以上の方がね、避難されたようです。で、こちらの方からですね、ヘリコプターでね、救助されて、その救助されるまでの間はね、ずっと自分の家がね、津波にこう飲まれる姿を見て、皆さんね、何が起こったかもうわからないような状態になりつつ、過ごされたっていうことですね。本当にね、どうなるかわからないっていうね感じですごく怖かったと思います。はい、最後に今は福島県大熊町を走ってます。福島第一原子力発電所の近く、国道6号線を走ってるんですけど、ここからね見える左手の方はですね、海側ですねは、原発に近くなるっていうことで、入る道路は全てね柵がされていて、で警備の方も立ってて入る
そんなね福島県大熊町の現状も、実際の目でねやっぱり見たいなと思って、来てます。で今回のね動画では、岩手県陸前高田市から、南下しながらね震災以降をずっと順番に見てきました。毎日当たり前のようにね過ごしますけど、今回震災以降とか、原発のね帰還困難区域を見て命の尊さ、大切さ、改めて感じました。東日本大震災からね10年12年、この大きな出来事を風化させてはいけないなと思います。たくさんの方にね震災以降福島第一原子力発電所付近の現状をねやっぱり目で見てほしいなと思いました。そんな思いの中でキャンピングカーバケーション in 東北を東日本大震災の復興商店街である宮城県南三陸町の浜原歌津で開催することに、しました。ぜひねたくさんの方に参加していただいて、イベントの行きでも帰りでもいいので、震災以降とか福島第一原子力発電所付近に行って何かを感じてくださったら嬉しいなと思いますし、そのイベントのね時に東北で、お食事をしたりとかお土産を買っていただいて、皆さんのね力で少しでも東北を元気にしていただけたらね、嬉しい限りです。そんな思いの中でね今回イベントをさせていただきますので、ぜひねご参加よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。